はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはライラックスデザートイーグル 50AE ジャパンエディション CO2 バージョンになります。いつもお借りしているワトさんがまた新しい製品を購入されたので、今回お借りしました。デザートイーグルについては以前ワトさんからお借りしたアーマーワークス製の商品を動画でご紹介しています。この商品のですね、ライラックス外箱を外すと中から内箱が現れます。この内箱を見ると以前レビューしたアーマーワークス製とほとんど一緒だと思うんですよね。おそらくアーマーワークス製デザートイーグルをライラックスがですね JSG 認定国内使用準拠の CO ブローバックモデルにした商品だと思います。なのでこちらの商品の基本的な内容は以前ご紹介したのと同じだと思うので、一部重複するところもあるかと思います。ただ今回ですね、動力源が CO2 に変わったということで、その内味についてご紹介できればと思います。手にした印象ですけれども、デザートイーグルはやはり全体が大きいなというのが第一印象ですね。手に取るとですね、グリップの太さ、こちらも感じます。重量も1キロ超えになり、やっぱり銃が大きいのプラス重量感、こちらも感じますね。前回アーマーワークス製同様にマグナムリサーチ社の正式ライセンス取得なので、見た目の刻印も非常によく感じました。それでは各部見ていきたいと思います。マズルは50口径仕様になります。こちらマズルにもですね 50AE の刻印があります。インナーバレルは少し奥まった場所にあります。こちらは真鍮製ですね。フロントリアサイドともに別パーツになります。こちらは金属製ですね。フロントサイドには反射防止のセレーションが入っています。フロントリアサイドともにですね、ホワイトドット等は入っていません。アウターバレル上部にはデザートイーグル専用のマウントがあります。ただこのアウターバレルの上部とかですね、あとフレームの下部とかですね、こちら残念ですけどパーティングラインが残ってますね。左側の刻印はこの通りで、こちらデザートイーグル、あとマグナムリサーチ社、あと、MNUSA、こちらはアメリカのミネソタ州でこのピラガの刻印が入っています。こちらは実銃通りですかね。スライドストップは左側のみになります。こちらは金属製ですが、ここはスチールじゃ、このピンのところだけスチール製ですね。トリガー前面にはですねセレーションが入っていますね。ちょっと気になったんですけど、この内側にですね、このバリが残ってますね。こちらは少し気になりますね。マガジンキャッチはこちら左側のみです。このボタン少し小さめにできてますね。グリップはやっぱり50口径弾を使用するので、かなりの太さと大きさになります。このグリップパネルにはですね、マグナムリサーチのロゴが入っています。確か東京マルイは IMI のロゴでしたね。グリップですね、左右とあと後ろですね、こちらは脂肪加工がされていますけれども、ちょっと滑りやすいのでグリップ力はそこまで高くないと思います。セーフティーレバーは左右にあるアンビタイプですね。ハンマーを起こすとダミーのファイアリングピンがあります。こちらは可動式ですね。スライド右側にもマグナムリサーチ社とですね、あとこの MPLS-MN、 こちらはミネソタ州ミネアポリスの刻印になるかと思います。フレーム中央にですね、こちらシリアルナンバーがあります。こちら11体ずつのオリジナルなので、今はちょっと隠させていただいております。マガジンの相談数は19発と、少し少なめですかね。このマガジン非常に重量は重くて約 400g あります。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。この左側のですね、このボタンを押しながら
このバレルロックを下げると、はい、この通りスライドとアウターバレルが外せます。はい、こちらがアウターバレル一式になります。こちらがリコイルスプリングですね。リコイルスプリングは2本で構成されていて、こちらはスチール製になりますね。これシリンダーめちゃくちゃ大きいですね。あとですね、こちらにですね、スライドストップ破損防止用のですね、スチールのパーツが組み込まれています。こちら機関部ですけれども、スチールパーツはなさそうですね。全体の感想になりますけれども、デザートイーグルの打ち味の特徴は大口径らしく重く、そして迫力あるリコイルですよね。今回 CO2 が動力源なので、それに加えて少しスライドの動きに速さが加わった感じがします。こういった大きい銃だと CO2 によるブローバックの強さをより感じることができますね。以前のアーマー惑星ではこの大きいスライドをフルストロークするにはフロンガスでは少し物足りなさを感じたのを覚えていますが、その点を CO2 で補ったことは非常に良い点だと思います。ただフルストロークの作動性を向上させるために東京マルシェと比べるとスライドが少し軽量化されているようですね。なのでデザートイーグルプラス CO2 による規格外の激しいブローバック、これは期待しない方が良いかと思います。初速は上下幅が少し大きいのが気になりました。あと一発一発間隔を空けて実射する分には問題ないんですが、連射しているとですね、打ち味が少しマイルドになっているのを感じます。なので燃費はあまり良くない方なのではないでしょうか。マグナムリサーチ社のですね、正式ライセンスによる刻印やハンドキャノンと呼ばれる迫力ある見た目は非常に良いと感じました。ただスライドやですね、フレームに残っているパーティングライン、あと一部バリが残っている点などはちょっと残念ですね。今後ですね、他の商品を国内使用版にする際はぜひ改善していただきたい点です。またスチールパーツはあまり採用されていないようなのでちょっと耐久性は気になります。ただローディングノズルの予備やオーナー登録することで予備シリンダーアッセンブルの無料提供サービスとかあるのは非常に良い点だと思います。命中精度は私の腕の問題もあると思いますけれども、周りに予想もしない方向に行く時がちょっとありました。やはり私のように手の小さい人にとってはこの太いグリップは少し持て余してしまいますね。動力源を CO2 にすることで安定したスライドフルストロークの実現と迫力あるブローバックをうまく両立させたライラクスのデザートイーグルは良い製品だと思いました。デザートイーグル好きの方はもちろんですが、大きいハンドガンが好きな方はぜひ一度試射してみてはいかがでしょうか。余談ですけれども、海外製のハンドガンを日本仕様化して販売していただけるライラックスさんには非常に感謝しています。今後もですね、ぜひいろんな海外製エアガンを日本仕様化していただきたいですね。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。